営業終了後の静けさが店内を優しく包み込んでいたある晩、リュウジとタカ子にとって予期せぬ出来事が起こり、二人の関係に大きな変化が訪れた。高い棚から荷物を取ろうとしてバランスを崩したタカ子を、リュウジが素早く後ろから抱き支える。彼女の体を支えながら、大丈夫かと彼が問いかける声が誰もいない店内に響き渡った。タカ子がお礼を言いながら上を向き、リュウジの目を見た瞬間、言葉を超えた何かが二人の間に流れる。彼女の心臓の鼓動はリュウジにも聞こえるかのように激しくなっていた。この一瞬の出来事は二人の運命を大きく変えていくことになる。初夏の柔らかな日差しの中、小さな蕎麦屋の縁側にかかる風鈴がそよ風に乗って涼やかな音色を奏でていた。その音は時折軽やかに舞い込む新緑の香りとともに店の周りを優しく包み込んでいた。リュウジが心を込めて営むこの場所は、常連客の顔と名前をすべて覚え、地元の人々にとってほっと一息つける憩いの場だった。蕎麦の打ち方から盛り付けに至るまで、妥協を許さない職人気質のリュウジだが、その真面目な外見の裏には、人の心を温かくする優しさを持っていた。そんなリュウジの下で働くタカ子は、家計を支えるためにパートとして蕎麦屋で働くことを選んだ。最初はただの職場と思っていたが、リュウジと共に過ごす時間が長くなるにつれ、彼の人柄や仕事への誠実な態度に魅了されていった。二人の間には、共に過ごす時間の中で深い信頼関係が築かれつつあった。そんなある日、酔っ払い客がタカ子に絡んできた。あまりのしつこさと怒声に彼女は戸惑い、恐怖で固まってしまった。しかしリュウジは毅然とした態度で客を追い出す。その姿にタカ子は彼の男らしさにも惹かれていく。この出来事は二人の関係に大きな変化をもたらした。タカ子はその時初めてリュウジの存在の大きさと男性としての温かさを強く感じたのだ。その後の日々、タカ子はリュウジのさりげない優しさに心を奪われていく。手を切った時には、リュウジが優しく応急処置を施してくれた。蕎麦を扱う時とは異なる慎重で温かい彼の手つきに、タカ子はますます彼に惹かれていった。営業終了後のある晩、片付けをしていたタカ子が高い棚から物を取ろうとしてバランスを崩し、倒れそうになったその瞬間、リュウジが彼女を抱き支えた。一瞬の出来事だったが、時間が止まったかのように長く感じられた。ありがとうございます、とタカ子が言うと、リュウジは優しい笑みを浮かべていた。その時、どれくらいの時間見つめ合っていたのだろうか。タカ子は体がほてり、完全にリュウジのこと以外目に入らなくなっていた。しかしその時、店の電話が鳴り響き、現実に引き戻された。電話の相手はタカ子の夫からだった。まだ終わらないのかと帰宅の催促の電話だったが、今日は忙しかったのでもう少しだけかかりそうです、とリュウジはタカ子の夫に淡々と嘘をついて断った。電話を切った後、リュウジはタカ子をそっと引き寄せる。彼の眼差しには先ほどのような温かさに加えて何かを決意したような強さを帯びていた。タカ子さん、さっきのこと、もう少し続けてもいいですか？リュウジの声にはわずかな震えがあり、彼の瞳には戸惑いと強い思いが交錯していることが見て取れた。タカ子はリュウジがこの一言を口にするまでにどれほどの決断を下したのかを感じ取り、その瞬間、彼女の心の中の罪悪感はすべて弾け飛んだ。タカ子がゆっくりとうなずくと、
リュウジはタカ子を強く抱きしめた。リュウジさん。タカ子の体は熱くなり、もう何も考えられなくなっていた。これまでの関係にはもう戻れない。彼女の心はすでにリュウジのことしか考えられなかった。この一連の出来事は二人の関係を新たな段階へと導いた。互いを深く理解し、心から信頼し合うようになった二人だが、その先に波乱が待っているのも頭では分かっている。夫への罪悪感はもちろんあったが、もう何も考えられない。